宗司と平助に渡してやってくれ。それから三男さんにもだ。おや、私も飲むんですか。私の傷はもう塞がっていますよ。試してみましょうよ、三男さん。この薬って何にでも効くらしいですから。石田三役は熱燗で飲むのが粋だよな。羨ましいぞお前ら。羨ましいなら飲めばいいじゃん。新八さんだって本当は怪我人だろ。しかし東堂君と沖田君が怪我して帰ってくるとはな。あれは池田屋が暗かったから、普段の戦いなら遅れを取らないって。横合いから急に殴られたんだよ。おかげで八金なんて真っ二つだしさ。拳で八金を割るか。随分と豪気なやつがいるもんだ。他に宗司から逃げ切ったやつもいたしな。次があれば勝つのは僕ですから。宗司らを負傷させるほどの実力者があの夜池田屋にいた理由を考えていた。長州のものではないと言ったそうだが、池田屋も人払いはしていたはずだ。池田屋の人間と浪士たちの目を盗み、何らかの目的で侵入したのだろう。今確実にわかるのは、奴らが相当の実力者だということだけだ。会津藩から伝令が届いた。長州の襲撃に備え、我ら新選組も出陣するよう仰せだ。ついに来たか。待ちかねたぜ。残念だったな平助。怪我人はさすがに不参加だろう。でもせっかくの晴れ舞台じゃん。不参加に決まってんだろう。おとなしく屯所の守備につきやがれ。土方さん鬼、この鬼副長。なんだ褒めてんのか。すまきにされたくなきゃ黙ってろ。怪我人は足手まといなんですよ。素直に屯所で待機しましょう。僕も仕方ないから諦めますよ。参加したいけど本調子じゃないし。ああ、
平助と宗司がダダをこねんよう見張っておいてくれ。僕のことなら心配しなくていいよ。豚舎脱走する予定とか別にないから。いいけどね。でもそれ違う心配はしてたってこと？心配してくれてたんだ。ありがとう。風に当たるのはほどほどにして部屋に戻るよ。刀傷じゃないしね。治るのは早いと思う。だから僕は大丈夫なんだけど。君ってちょっと変だよね。本当に変だよ。僕のことなんて心配する必要ないのにさ。怪我をしたのは僕の自業自得なんだから。
今日の空綺麗だよね。おお、すまないね雪村くん。やっぱり寒い日には厚めのお茶がうまいね。八木さんたちにも世話になったが、この短所もそろそろ手狭になってきたか。まあ確かに狭くなったな。大使の数も増えてきたし。広いところに移れるならそれがいいんだけどな。雑魚寝してる連中かなり辛そうだしな。
だけど僕たち新選組を受け入れてくれる場所なんて何か心当たりでもあるんですか？西本願それ絶対嫌がられるじゃないですか。反対も強引に押し切るつもりならそれはそれで土方さんらしいですけど。確かにあの寺なら十分広いな。まあ坊主どもは嫌がるだろうが、それに西本願寺からならいざという時にも動きやすいだろう。西本願寺は長州に協力的だ。何度か老子をかくまっていたこともある。向こうの同意を得るのは決して容易なことではないだろう。しかし我々が西本願寺に移転すれば長州は身を隠す場所を一つ失うことになる。僧侶の動きを武力で押さえつけるなど見苦しいとは思いませんか？寺と坊さんを隠れ蓑にして今まで好き勝手してきたのは長州だろう。過激な老子を抑える必要があるという点に関しては同意しますが、都市の意見はもっともだが、三男君の考えも一理あるな。さすがは近藤局長ですね。敵方へまで配慮なさるなど懐が深い。そう言われるのはありがたいが、俺など千両もいいところですよ。伊藤さんは尊王攘夷派の人間と聞いたが、よく新選組に名を連ねる気になったものだな。長州のやつらと同じ考えってことか。そんな人間が俺らと相入れるのかね。砂漠上位派の近藤さんと上位の面では合意したんだろう。それに近藤さんの砂漠には幕府による尊王を目指してる面もあるしな。
つうが伊藤さんが来て喜んでるのって実は三男さんなんじゃねえの？まあ一刀流つながりだしな。伊藤さんとも知り合いなんだろ？それに三男さんも尊皇派だもんな。確かに伊藤さんとは以前から面識があります。学識も高く弁舌に優れた方ですよ。秀でた参謀の加入でついに総長はお役御免というわけですね。伊藤さんさえいてくれれば私がここでなすべきことも残りわずかだ。でも僕は伊藤さん好きじゃないな。まあ確かにな。嫌な目をしたやつだとは思う。だよな。気取ってるっつうか人を見下してるっつうか。三男さんは相変わらず大変に考えの深い方ですわね。まあ左腕は使い物にならないそうですが、それも些細な問題ではないかしら。見客としては生きていけずともお気になさることはありませんよ。三男さんはその才覚と心慮で新選組と私を十分に助けてくれそうですもの。伊藤さん、今のはどういう意味だ？あんたの言うように三男さんは優秀な論客だけどな、三男さんは見客としてもこの新選組に必要な人間なんだよ。ですが私の腕はあら、私としたことが失礼いたしました。その腕が治るのであれば何よりですわ。くそ。ああ、伊藤さん。もしよければ大使たちの稽古でも見学に行きませんかね。まあ素敵なお誘いですね。ぜひご一緒させていただきますわ。男たちの汗臭さへ浸りに行くのも実に愉快なことじゃございませんか。汗臭さですか。確かに道場は熱気がこもってるかもしれませんな。三男さん、
な奴の言うことなんざ気にする必要ねえからな。三男さんもかわいそうだよな。最近は大使連中からも避けられてる。誰に対してもあの調子だからな。大使も怯えちまって近寄りたがらねえんだ。昔はああじゃなかったんだけどな。表面的には親切で面倒見が良かったし。だな。あんなに優しかった外面が今は見る影もねえや。近藤さんもなんだってあんなのが気に入ったんですかね。んなこと俺が知るかよ。どうせ口先三寸で丸め込まれたんだろう。じゃあ土方さんが返品してきてくださいよ。新選組にこんなのいりませんって。近藤さんが許可するわけねえだろう。すっかり伊藤に心酔してるみてえだしな。伊藤と一緒に加入した連中もそんな扱いされちゃ黙ってねえだろう。役に立たない人だな。無茶を通すのが鬼副長の仕事でしょうに。だったら掃除てめえが副長やれ。んで伊藤派の連中を屯所から追い出せ。嫌ですよそんなめんどくさいの。さまざまな考えを持つ者が所属してこそ組織は広がりを見せるものだ。しかし無理な多様化を進めれば内部から瓦解を始める可能性もある。薬でも何でも使ってもらうしかないですね。三男さんも納得してくれるんじゃないかな。掃除めったなこと言うもんじゃねえ。幹部が新選組入りしてどうするんだよ。